500平米ぐらい。採石だけっつう形では砂ぼこりとか瓦の再生材ですね。ワークチップですね。ここはですね、山梨県の南アルプス市小林設備工業事務所兼作業場という建物なので、敷地内が広くて全部採石だけっつう形では砂ぼこりとかなんか結構いますから、500平米ぐらい。そうです。ある程度また事務所らしい雰囲気もちょっと作って緑を入れて、そういう雰囲気に作っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。まずはここからやっていきます。大きな平板をくっつくようなコンクリート舗装をしていきたいと思って、大きな切り質感覚で雰囲気を醸し出そうかなと思っています。はい。でこれを取り付けます。塩ビ管で私コーナーちょっと丸みを設けるような柔らかみがあるコンクリートでも仕上げたいんで、面で打つ時にはもうスロープ的に全部平らに勾配をつけて、これだと1センチぐらいのちょっと段差をつけても気にならないんで、水勾配とかいうのも調整しやすいんですよね。最初のとこから設置していきます。洗い出しでこういきます。これはハゲ引きだけど、ちょっと白いとタイヤの跡とか結構ついちゃう。これが一応一般的に言うコンクリートの挫折のハケ引き仕上げ。あそこにあるあれが金ごて仕上げ。ハゲじゃなくて金ごて照りを出した感じで仕上げるんですね。これからコンクリートを挫折します。ちょっと固まり具合を見ながら、柄的に瓦の再生材ですね。今はほら災害とかなんかで結構瓦が産廃として巻くことによって保水力がありますし、
でまたグレーの中にこの赤色を結構入れて、全体的に明るい色、その上にちょっとレンガでアクセントにポンポンポンって。今日は洋館風の事務所ということで、レンガを主とした形で、色合いもこの赤のあれがグレーの中に点在とした赤が入る、ちょっと面白い。黒いね、あれが砂が結構黒いんじゃないの？多分そうだね。その地方の骨材の産質によって色が変わるんですけど、ここまでちょっといろいろ黒さが初めて瓦チップの色と引き立って非常に良かったと。最終的にレンガチップを全部引き詰めちゃうんで、水勾配がこっちになってるんで、これが透水管が入って排水になってるんで、ここで水を処理するんです。舗装は全部打ち終わりました。ネジに全部芝生を入れていきます。建物際は立ち水栓が2箇所ありまして、それをちょっとレンガで囲ったり、この中にランバリを貼っていきます。あと今度はこっちは排水口が設けられているやつなんで、ワンちゃんの足洗いができるような、ちょっとだから大きな立ち水栓にしたいなと思ってます。こういうなんかモダン的な、なんか洋風感的なあれなんで、1メーターぐらいの幅が大体、植栽地。
このレンガの続きで花台ここ一つ設け2つか。ここにももう一個花台設けます。花台同士をこのさレンガで結びます。舗装が全部直線なんで、レンガはちょっと R を出しながら、ちょっと波を打ちながら。建物木は植物で彩りにしたいなと思っております。最後にですね、ちょっとワークチップですね。松の樹脂、防虫殺菌とかそういう効果もありますし、乾いちゃうんで乾きを抑えるために、多少雑草も抑えられるんで保水性もあるから。大きいやつは根元、大きい根元のアクセントでちょっとバークだけだと色がなんか茶色っぽく、中に入るときにステップとして活用できるかな。これで安定。打ってないところは全面芝になります。自宅じゃないんで事務所なんで、水の管理がちょっとあれかなと思って、一応スプリンクラーをつけて蛇口を回せばある程度かかるっていう形を取りたいと思っています。はい、こんだけの面積で大変なんで、少しでもあと植栽地のとこだけ浸透するホース、それも一応つけます。
十条で言うんですよ。やっとこれで出来上がりました。一角だけでもちょっと緑のグラウンドがあった方がいいかなということで、スプリンクラーが4つ、それを移動することによって結構全面的に冠水はできますから、ここもちょっとある程度つなげてほっときゃ冠水じわーっと染み込むような感じで2、30分ぐらい、もしくは1時間ぐらい出しとけば冠水できますから。で今まで採石だけだったんで埃っぽくなっちゃうんで、これだったらもう完璧に砂ぼこりがないんで、近隣に対してもご迷惑がかからないと思います。一般住宅のお住まいの住宅じゃないんで、事務所と倉庫っていうことを兼ねたスペースの空間で、その中で、ちょっと少しでも造園的な空間で、少し柔らかみを感じるような駐車場になったかなと。手間をかけた分だけ感じが、表情が一枚一枚違うという面白さがあるのかなと思ってます。はい、今回これで終わります。ありがとうございました。